こんにちは、和正です。今回のテーマは、東京23区の寿命とお金です。大都会の健康格差と経済格差は、様々な分析方法がありますが、今回は東京23区を舞台に考えてみることにいたしましょう。お金の話を後回しにして、まずは平均寿命だけ見てみます。こちらのグラフをご覧ください。少々細かくて恐縮ですが、説明してまいります。厚生労働省が発表している、平成27年市区町村別生命表から、東京23区だけ抜粋してみました。縦軸が男性で、平均は 80.8 歳です。横軸が女性で、平均は 87.2 歳です。平均を比較しますと、男女差は 6.4 歳あります。実はこのあたり、全国平均に近いです。つまり、東京23区全体で考えると、とりわけ長寿とか、短命とか言えるわけではありません。さて、ここからが23区内の地域格差の話になります。男性は、世田谷区の 82.8 歳から、足立区の 79.4 歳まで、地域平均格差は 3.4 歳となります。一方女性は、同じく世田谷区の 88.5 歳から、足立区の 86.1 歳まで、女性の地域平均格差は 2.4 歳となり、男性より少し小さくなります。男性の格差 3.4 歳、女性の格差 2.4 歳という数字を、大きいと見るか、小さいと見るかは人によると思いますが、この狭い東京23区の中でも平均寿命に差があり、話題となりました。ある意味、23区内に様々な人々とライフスタイルが混在していることになります。後で説明しますが、東京イコールお金持ちではありません。さて、さらに細かく見ていきます。男性の平均寿命が長めなのは、世田谷区、杉並区、渋谷区などで、短めなのは、足立区、台東区、荒川区などです。女性の平均寿命が長めなのは、世田谷区、目黒区、杉並区などで、短めなのは、足立区、江戸川区、葛飾区などです。地理的な傾向が2つ見えます。1つ目は西高東低であることです。全体的に西の方が平均寿命が長めです。もう一つは23区内でもとりわけ都心部の方が若干寿命が長いです。このあたりを経済格差とも比較しながら口述していきます。一方、赤い線はトレンドを表しています。綺麗に一直線ですが、相関係数が 0.95 もあります。つまり、男性の寿命が長い区では、女性の寿命も長いことがわかります。しかし、細かく見ていくと、中央区や大田区は男性の平均寿命が長めで、荒川区や台東区は男性の平均寿命が短めです。基本的に、寿命は男女セットで生活環境に影響を受けています。しかし、同じ生活環境でも差が出ているのは、ライフスタイルの違いや、独身の男女で生活エリアが異なっていることが考えられます。例えば、日雇い肉体労働の男性が多いエリアは、その職種から平均寿命が下がりやすいことが指摘されています。以上をまとめますと、東京23区自体の平均寿命は、全国平均とさほど変わらないことがわかります。しかし、エリア内に一定の格差があり、そこに地理的な傾向が見えることがポイントです。また、男女の相関が高いですが、区によって若干の特徴があります。さて、寿命の長さを左右するものは何でしょう。たくさんあります。生活習慣、医療水準、社会環境など、細かく挙げますとキリがありません。ただ、このチャンネルは、多くの生活スタイルに影響を与える、所得と資産の格差に注目しておりますので、東京23区を舞台に経済格差を掘り下げていきます。それではまず、東京23区の平均年収を見てみましょう。こちらのグラフをご覧ください。総務省発表の令和元年度のデータから、課税対象所得を市町村民税、納税義務者数で割ることで、平均年収としています。区によっては大きな差があります。最も高いのは港区で約1185万円。最も低いのは葛飾区で約357万円です。港区と葛飾区の平均年収の差は約828万円で、港区の方が約 3.3 倍も高いことになります。港区には高級住宅街があり、経営者が大勢住んでいます。この区には様々な特徴がありますが、住民の7人に1人は社長と言われるほどの社長が住む町。どの区にも労働者と経営者の双方が住んでいると思われますが、この経営者が居住している比率の高さが、高所得の最大の要因ではないかと考えられます。他の区も見てみますと、具体的には、港区、千代田区、渋谷区などで高く、葛飾区、足立区、板橋区などは、平均年収がとりわけ高いとは言えません。住居費などを考えますと、東京23区だから特段に裕福というのは、イメージに過ぎません。しかし一方で、全国的に見ますとありえないほど、高所得の人たちも住んでいます。簡単ではありますが、東京23区の年収格差を見たところで、最初にお伝えした平均寿命と照らし合わせてみましょう。こちらのグラフをご覧ください。また細かくて恐縮ですが、説明してまいります。これは、東京23区の平均寿命、男と平均年収の関係です。縦軸が男性の平均寿命で、横軸が平均年収を表しています。両者の関係を見てみましょう。相関係数を調べますと、0.61 あり、正の相関が見られます。つまり、
一般に平均年収が多いほど平均寿命も長いのです。しかし、グラフを見ていると、なんだかおかしいと思われませんか？グラフの右の方をご覧いただくと、港区、千代田区、渋谷区などの年収が突出しているのがわかります。この突出部分がないと、もう少しグラフはまっすぐ右上に伸びていきます。つまり、グラフを押し下げている区があるのです。なぜ、こんなことが起こるのでしょうか？実は、この部分が格差問題の核心になります。結論から言いますと、寿命が頭打ちするのに対して、所得は頭打ちどころか、苛烈に突出していくのです。この苛烈に突出している人たちが、港区などの平均年収を押し上げているというわけです。この寿命と所得の関係は多くの国で見られます。両者には強い関係があるのですが、上に行けば行くほど、動きが逆になる感覚が出てきます。所得はどんどん上がっていくし、寿命は頭を打ち始めます。わかりやすいのは、王様の昔話です。世界中で王様が不老不死を求めたのはなぜでしょう？ただ、死が怖かったのでしょうか？私には、この逆になる感覚が恐怖を生んだのではないかと思えるのです。死以外の部分は信じられないほど快適になっていく。しかし、寿命は他のものとさほど変わらない。こんな恐怖感の話が、現代の大富豪にも時折登場します。話を東京23区に戻しましょう。港区が平均寿命でトップ3にも入らないというのは、わかりやすい事例で、所得の突出を考えれば不思議ではありません。年収の平均値というものが跳ね上がってしまうのです。これまで多くの動画で、所得の中間層はあまり思い悩むことがありません。と説いてきました。なぜなら、ごく少数の富裕層が強烈な比率で、世界の所得や資産を捕まえているのです。日本は違うと誤解している人がいますが、格差の度合いで言うと、大体先進国の真ん中ぐらいです。つまり、ほとんどの人はリッチなようでも中間層以下で、ごく少数の人々が各種の経済へ欽地を上げています。このグラフにもそれがよく表れています。まとめますと、東京23区は、区の平均値だけ見ても3倍以上の年収格差があります。決して小さくはありません。一方、年収と寿命には相関関係が認められます。世界的に見ますと、こちらはむしろ不思議ではありません。ただ、その相関を抑えているのが、年収の突出です。平均値を押し上げるほど年収の突出があると、寿命はそこまで伸びませんので、年収の多い町で、寿命はさほど高くないという現象が起こります。さて、東京23区の寿命とお金の関係を見てきました。今回はお金の格差を所得格差で考えましたが、格差問題で本当に大きいのは資産格差です。年収などより、金融資産や不動産価値の格差が非常に大きいのです。当チャンネルではこれまで、所得と資産に分けて、日本と世界の格差を見てきました。詳しくは過去の動画を見ていただくとして、大体世界全資産の 75% 以上を富裕層 10% が所有しています。そして、世界全資産の 20% 程度を中間層 40% が所有しています。この極端な逆転現象こそ大都会の特徴とも言えます。つまり、中間層以下だけで考えますと寿命と資産に相関関係が見えても、富裕層を入れてしまいますと資産が突出し寿命が頭打ちするので、両者の関係が崩れてまいります。さりとて、富裕層を入れずに考えるということは、世界の資産の 75% を考慮に入れないことになりますので、意味もありません。やはり寿命とお金にはおかしな関係がついて回ります。今後も格差問題に注目してまいります。